エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は6年ぶりに大幅リニューアルされた M4 の新型 iPad Pro をレビューします。今回の Pro は画面がすごく綺麗になってペンも使いやすく進化したみたいなので、一緒に出た新型 Air や前の Pro とも比べながらいいところ、気になるところを詳しくレビューしてみたいと思います。私は今のところ一つ前の Pro でも特に困っていないので、本当は新しいペンだけ買うつもりでしたが、新しいペンは新型 Pro と Air でしか使えないので、新しいペンの書き心地が気になって買い替えることにしました。プロは11インチと13インチがありますが、私は画面が大きい方が作業しやすいので、今回も13インチにしました。円安の影響で一番安い 256GB モデルでもペンとセットで24万円くらいしたので高すぎて辛いです。今回からエアーにも13インチが追加されて、そちらはプロより9万円も安く買えるので、あまり違いがなさそうならエアーでも十分かもしれません。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、電源アダプター、充電ケーブルです。本体は持った瞬間に違いがわかるくらい薄く軽くなっています。薄すぎて机と一体化しているように見えてすごいです。11インチの方は前とそんなに変わっていないようですが、13インチは 1.3mm 薄く 100g くらい軽くなっているので、今までより気軽に持ち運べそうなのは嬉しいです。薄くて曲がらないか心配ですが、強度は今までと同じくらい丈夫らしいです。ペンで筆圧強めに書くと画面がたわむ感じが前のプロよりも大きいので、筆圧が強めの人は少し気になりそうですが、普通に使う分には気にならないと思います。上に置いた時に後ろのカメラの出っ張りで上の方に隙間ができてたわみやすくなりそうなので、気になる人はケースで背面を平らにすると良さそうです。後ろのカメラが一つ減ってますが、代わりにフラッシュが大きくなったので、書類や手書きの線画などを影なしで綺麗に撮影できるのは嬉しいです。あとインカメラが上から横に移動して横持ちの時にカメラが手で隠れなくなったので、顔認証やビデオ通話がやりやすかったり、セルラーモデルは移り SIM から eSIM に変わっているようです。その他は前と一緒で、上側に電源ボタン、右側に音量調整ボタン、上下にスピーカーが4つついています。エアーはスピーカーは2つだけなので、同じ音量でもプロの方が大きく聞こえたり、 USB-C の速度もプロの方が速いので、外部ストレージをつないで作業するときはプロの方がやりやすそうです。今回の新型プロは画面が液晶から OLED に変わってすごく綺麗になっているようなので、エアーや前のプロと見比べてどのくらい綺麗なのかチェックしてみます。新型プロは 1TB 以上のモデルで光沢を選べますが、ペンの書き心地を良くするペーパーライクフィルムと相性が良くなかったり、 1TB は価格が高くなりすぎるので、今回は普通の画面にしました。 iPad はトゥルートーンという機能で部屋の明るさに合わせて画面の色を見やすく調整してくれる機能がありますが、デフォルトだと少し暖色系が強めな気がするので、トゥルートーンはオフでチェックします。3台とも普通に綺麗なので、映像越しだと多分どれがどれだかわからないと思いますが、左が新型プロで真ん中が新型エア、右が前のプロです。 iPad は無印の一番安い iPad 以外はどの iPad も公式機で発色が綺麗なので、ホーム画面をパッと見た感じはどれも同じくらい綺麗に見えます。ただ新型プロの画面は明暗のコントラストが高いので、表示する絵によっては新型プロが一番綺麗に見えます。エアーは普通の液晶なので、画面全体がバックライトで照らされていて、黒いところが少し明るく白っぽく見えたり、暗い部分の細かいディティールが潰れてしまいますが、新型プロの OLED は画面の明るさをピクセル単位で変えられるので、黒いところは真っ黒になって黒がちゃんと黒く見えるし、暗い部分の微妙なディティールも潰れずにちゃんと表示されています。なので表示する絵によっては新型プロの画面が一番情報量が多くて綺麗に見えます。前のプロもミニ LED という技術でバックライトの明るさを部分的に変えられるので、黒いところがちゃんと黒く見えますが、暗い部分のディティールは少し潰れ気味なので、視色は同じくらい綺麗だけど、明暗のコントラストは前よりもさらに綺麗だと思います。あと前のプロは画面の隅の方が少し暗いのが気になっていましたが、新型プロは隅々までムラなく綺麗なのが嬉しいです。 OLED は普通の液晶と比べて画面が暗かったり焼き付きやすかったり寿命が短いなどの弱点もあるみたいですが、 OLED を2枚重ねることで解決しているらしいです。プロはリファレンスモードでホワイトポイントや輝度を調整できるので、カラーグレーディングやレタッチをやりたい人はプロを選ぶと良さそうです。ただ他の iPad もパッと見は同じくらい綺麗で間違い探しレベルだと思うので、ほとんどの人はプロじゃなくても困らないと思います。
次はアプリの動きをチェックしてみます。新型プロは最新の M4 チップになったので M2 チップの新型エアーや前のプロよりも 1.5 倍くらい高性能ですが、普通に使うだけだとそこまで大きな違いは感じられませんでした。ただお絵かきアプリで処理の重い筆を使ったり 3D ゲームを高画質設定にしたり動画を書き出したり重めの操作をした時は新型プロの方がスムーズに動くので、そういう作業をたくさんやる人は新型プロの方が快適に使えそうです。それ以外はエアーや前のプロとあまり変わらないので、ほとんどの人は安いエアーでも困らないと思いますが、エアーはプロよりも画面の描画速度が遅いので、ブラウザのスクロールや動きの速いゲームをするとアプリの動作自体は変わらないけど、プロの方がサクサク動いているように感じます。プロはスクロール中でも文字が読めるくらい表示がスムーズで目も疲れにくそうです。ただアプリの動作自体はプロもエアーもほとんど一緒で、どちらも使用中に止まったり遅くならずに快適に使えるので、店頭で画面を見比べて気にならないならエアーでも大丈夫だと思います。新型プロは本体の性能にアプリが追いついていない感じですが、6月の発表会で新型プロならではの新機能やアプリが発表されると思うので、プロが気になる人はそれを見てから決めてもいいかもしれません。次は新しい Apple Pencil Pro の書き心地をチェックしてみます。見た目は前の第2世代のペンとほぼ一緒で、グリップやペン先もそのまま使えますが、ペンをつまんでツールを出せるスクイーズやペンを回して筆先の形を変えられるバレルロール、触覚フィードバックによる振動や探す機能など便利そうな新機能がたくさん追加されました。ただ今のところほとんどのお絵かきアプリが新機能に対応していなくて、ペンをつまんでも何も反応しないし、たまに描画が遅れたり不安定なので、ペンのちゃんとしたレビューはアプリのアップデート後にやりたいと思います。よかったらチャンネル登録してお待ちください。今回は純正のメモアプリで新機能をチェックしてみます。バレルロールはペンを回すだけで筆先の形を変えられて面白いですが、絵かきアプリでよく使う丸いブラシは回転しても丸いままなので、漫画系のイラストを描く人にはあまり意味がないかもしれません。アート系の絵のように絵や文字を直感的に描きたい人には楽しい機能だと思います。スクイーズはペンを押すだけでツールがペン先に表示されて、画面端までペンを移動しなくても良くなるので便利だし時短になりそうです。ただ絵描きの人のペンをグーで握るような持ち方だとスクイーズが誤作動してツールが勝手に出てしまいます。なので設定アプリで感度を下げてツールを出にくくしました。スクイーズはボタンがついているペンなら同じことができそうですが、Apple が作ると新しくて便利に見えるので、アプリの作り込みや見せ方が上手だなと思います。前のペンにもついていたペンを指でトントンすると鉛筆と消しゴムを切り替えられる機能もついていますが、切り替えた時に触覚フィードバックでコツンと振動して伝えてくれるので、前のペンみたいにいつの間にか消しゴムに切り替わって困ることが減りそうなのはいいと思います。あと新しいペンは画面にペンの影が表示されるのも面白いです。カーソルのホバー機能と合わせてペン先の場所が分かりやすくなる効果もあるので、意外に実用的な機能だと思います。イラストメイキングの動画を作る時もどこを描いているのか分かりやすくなりそうです。紹介した新機能は設定アプリでオフにできるので、使わない機能はオフにしておくと誤作動が減ると思います。次は前のペンと新しいペンで書き心地が変わったのかチェックしてみます。色々と試し書きしてみましたが、ペンの書き心地は前のペンとほとんど一緒で、ペンを浮かせてカーソル操作できたり、筆圧や傾きでペンの太さや濃さも同じように調整できます。線の遅延やカーソルのズレもほとんどありません。新型プロは画面の端の少し手前でカーソルが消えてしまいますが、ペン自体は反応するので端の方のボタンもちゃんと押しやすいです。線の書き心地は前のペンとあまり変わりませんが、線を斜めにゆっくり書いた時に線がガタガタする感じは新しいペンの方が少ない気がします。あとこれは iPad 本体の性能の差だと思いますが、処理の重い筆を使った時も新しいペンの方が遅延が少ないです。新しいペンは新型エアーでも使えるので、エアーでも同じように書いてみましたが、エアーはプロよりも画面の描画速度が遅いので同じペンだけどエアーの方がほんの少し遅延があります。ただエアーの描画速度は私がいつも使っているパソコンの液タブと変わらないので、個人的にはエアーでもそこまで気にならなかったです。そのあたりは個人差があると思うので、エアーとプロで迷っている人は店頭で書き比べてみるのをおすすめします。新しいペンになって書き心地も良くなっているかなと期待しましたが、書き心地は前のペンとあまり変わらなかった
ったので、ペンの新機能がいらない人でできるだけ安く済ませたい人は型落ちの iPad やペンでも大丈夫だと思います。新しい Apple Pencil Pro は2万円くらいして高すぎるので、筆圧感知がいらなかったりペンをあまり使わない人は USB-C の Apple Pencil や3000円くらいの安いペンで十分だと思います。過去動画でいろいろなペンをレビューしているので、安いペンの書き心地が気になる人は見てみてください。本体のストレージは 256GB から 2TB まで選べますが、私はいつも 100GB くらいしか使わないので、一番安い 256GB にしました。ただ最近のゲームは一つで 50GB くらい使うものもあるので、ゲームをたくさん遊ぶ人は 512GB 以上がいいかもしれません。あと、プロは 1TB 以上だとメモリ容量が倍の 16GB になるので、追いかけアプリでレイヤーをたくさん使う人や長尺の 4K 動画を編集する人は 1TB 以上にした方がアプリの動作が安定すると思います。新型エアーやストレージ 512GB 以下のプロはメモリが 8GB なので、使えるレイヤーは180枚くらいです。なのでそれ以上のことをやりたい人は 1TB 以上のプロを選ぶのが良さそうです。新型プロを使った感想ですが、すごく高いだけあってとても完成度の高いタブレットだと思います。画面がさらに綺麗になってペンが新しくなったのも嬉しいですが、薄く軽くなったところが意外に大きくて、今まではスタンドに置きっぱなしでほぼお絵かき専用になっていましたが、薄く軽くなったおかげで手持ちでも使いやすくなったので、気軽に手に取ってもっといろんなことに使いたいと思えるようになったので、個人的には買い替えてよかったです。ただアプリの使い勝手やペンの書き心地は今までとそんなに変わらなかったので、画面の綺麗さやペンの新機能がいらない人は無理して買わなくても良さそうです。発売されたばかりで新しいペンや M4 チップに対応したアプリも少なくて、他の iPad とできることはそんなに変わらないし、6月の発表会で新型プロ向けの新機能が発表されても実際にアップデートされて使えるのは秋以降になると思うので、急いで欲しい人以外は正月の初売りセールの時とか少し安くなったタイミングで購入するくらいでちょうど良さそうです。6年ぶりの大幅リニューアルで、今後数年は大幅なアップデートがなさそうなので、プロを買いたい人には結構いいタイミングかなと思います。よかったら参考にしてみてください。別の動画で新型エアーも詳しくレビューする予定なので、エアーが気になる人はそちらも見てみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。